第一章憧れのマイカーと悪質な甘い言葉。高橋健太、20代の終わりを迎えようとする会社員。ようやく貯金もまとまり、念願だったマイカーの購入を決意した週末、彼は自宅のソファで何時間もかけて中古車情報サイトを巡っていた。公共交通機関が不便な郊外での生活において、車は自由の象徴であり、行動範囲を広げるための鍵だった。走行距離3万 km、修復歴なし、ワンオーナー車。健太の目に留まったのは鮮やかな赤色の軽自動車だった。年式の割に走行距離が極端に少なく、価格は50万円。市場価格から見ても破格に近く、掘り出し物だと心が躍った。販売店はカーショップアロー。自宅から電車で1時間ほどの場所にある。看板が手作り感あふれる小さな店舗だった。翌週の土曜日、健太は期待に胸を膨らませて店を訪れた。いらっしゃい。高橋さんで間違いありませんね。さあ、どうぞ、どうぞ。出迎えたのは、店長を名乗る中年の男だった。ネクタイは締めていないが、きっちりとアイロンがかけられたシャツを着ており、口調は極めて丁寧で愛想が良い。彼は健太が気に入ったという赤色の軽自動車の横に立ち、すぐにマシンガンのような営業トークを開始した。この車、本当に極上品ですよ。前のオーナーは近隣の病院にお勤めのお医者様でしてね。奥様が街中でちょっと買い物に使う程度で、走行距離もご覧の通り、嘘偽りなく3万キロちょっと。大切に乗られていたのがわかりますでしょ。店長は車のボディを誇らしげに撫でた。車体はしっかりとワックスがかかっており、年式を考えれば確かに綺麗に見える。内装も丁寧に掃除されており、シートのすれや天井の汚れもほとんどない。健太は彼の言葉を疑う余地を見つけられなかった。修復歴ももちろんありません。事故歴なんてあったらこの値段じゃ出せませんよ。うちも商売ですからね。正直高橋さんは本当に運がいい。この車、お問い合わせが殺到してまして、今日中に決めていただければ特別にガソリン満タンにして差し上げます。店長は瞳の奥を笑わせて畳みかけるように契約を促した。健太の車への憧れは頂点に達していた。彼はこの車の完璧な状態と店長から受ける丁寧なもてなしに心を奪われていた。こんなに良い車、すぐ売れてしまうかもしれないという焦りが健太の冷静な判断力を奪い去っていった。第2章を見落としたサインと契約の罠。健太は店長の熱意に押され、その場で契約を進めることになった。店舗の奥にある薄暗い商談スペースに通され、すぐに契約書が差し出される。さて、高橋さん、契約書ですが、特に難しいことはありません。こちらが車両本体価格、こちらが諸費用ですね。トータルで50万円ちょうどになります。店長はペンを差し出し、健太が内容を熟読する前に、重要な項目を早口で説明し始めた。うちのような中古車店は、基本的に車の状態を正確に把握するのが難しいですからね。トラブル防止のためにも、ここに一つ、特約事項を設けています。店長が指さしたのは、契約書の隅に他の文字よりもやや小さく印字された一文だった。現状販売、納車後のクレームは一切受け付けないとあります。まあ、これは形式的なものです。うちが出す車に問題があった試しはありませんが、中古車売買では一般的な文言ですので、ご安心ください。健太は一瞬、その文言に引っかかりを覚えた。しかし、店長が自信満々に笑っているのを見ると、形式的なものという言葉を信じることにした。店長は健太の迷いを察したのか、畳みかけるように言った。もし万が一、何かあった場合は、うちが責任を持って、提携工場で対応させていただきますよ。ただ、契約書にサインをしていただかないと、他の問い合わせのお客様に売ってしまう可能性もありますからね。どうぞ。早く。店長の言葉には、健太の早く車を手に入れたいという気持ちを煽る焦燥感が含まれていた。彼は車が売り切れてしまうことを恐れ、特約の意味を深く考えることなく、指定された箇所にフルネームでサインをした。50万円を支払うと、店長は代金を確認し、心なしかさっきまでの愛想笑いが消えていた。どうもありがとうございました。では、整備後に連絡いたします。健太は店長の態度のわずかな変化に気がついたが、気のせいだろうとすぐに打ち消した。1週間後、
ピカピカに磨き上げられた赤色の軽自動車が納車された。健太は最高の気分でアクセルを踏み込んだ。第3章鳴り響く不協音と疑惑の始まり。納車から3日目、健太は職場へ向かう途中で、エンジンのあたりからかすかにキュルキュルという小さな異音がするのに気がついた。中古車だからこんなものか、彼はそう思い、音楽のボリュームを上げて異音を聞こえないようにした。しかし1週間も経つと異音は無視できないほどに大きくなっていた。キュルキュルはガラガラという明らかに金属が擦れ合うような不協音に変わったのだ。さらに加速が明らかに鈍い。特に坂道を登る際、アクセルを踏み込んでもうなるだけでスピードがなかなか乗らない。何よりも不審だったのは燃費だった。カタログ値はもちろん、中古車の平均的な燃費と比べても格段に悪く、ガソリン代が予想以上にかさんでいった。メーターは32,000キロを指している。走行距離が少ないはずの車で、ここまで早く不調が出るのはおかしい。健太は次第に不安に苛まれるようになった。ある日の昼休み、健太は車に詳しい職場の先輩である佐藤に相談してみた。佐藤さん、僕の車、最近エンジンの音が変で、納車してまだ2週間なんですけど、佐藤は健太の車を軽く点検すると、ボンネットを開け、エンジンルームを覗き込んだ。そして、しばらく黙り込んだ後、首をかしげた。高橋、これ、おかしいよ。3万キロの車にしては、エンジンの摩耗が激しすぎる。それに、足回りのブッシュやマフラーの錆もひどいな。どう見ても、10万キロ以上走っている車の消耗具合だ。健太は愕然とした。10万キロでも、メーターは3万キロ台です。メーターは、巻き戻すことができる。特に古い車ならな。俺の勘だけど、これ、どこかで大修理した跡があるんじゃないか？一度、ちゃんとした整備工場で、車の履歴と骨格を徹底的に見てもらった方がいい。佐藤の忠告は、健太が必死に目を背けようとしていた真実を突きつけた。憧れの愛車が、実はとんでもない欠陥品かもしれない。不安は確信へと変わり、健太の心臓は激しく打ち鳴らされた。第4章整備工場からの衝撃的な鑑定結果、健太は、すぐにカーショップアローに連絡する気になれなかった。店長に言いくるめられるのが怖かったのだ。彼は佐藤の勧めに従い、少し遠いが付き合いのある正規ディーラーの整備工場に車を持ち込むことにした。数時間後、健太は緊張した面持ちで整備士からの連絡を待った。やがて工場長の50代ほどの整備士が険しい顔で健太を呼び出した。高橋さん、結論から言います。これは非常に悪質な車です。その言葉を聞いた瞬間、健太は全身の血の気が引くのを感じた。エンジンの内部を調べ、足回りの状態、そして過去の車検記録を照らし合わせました。この車の真の走行距離は最低でも10万キロは超えています。メーターが巻き戻されているのは確実です。整備士はさらに衝撃的な事実を告げた。そしてこちらをご覧ください。工場長が指したのは車の床下の写真だった。フレームの一部が不自然に溶接され、パテで厚く覆い隠されている。これは車の骨格部分、つまりフレームにまで及ぶ重大な修復跡です。大事故を起こして修復した修復歴車というやつですね。これを修復歴なしとして販売するのは非常に悪質です。健太は椅子から崩れ落ちそうになった。50万円。彼にとっては決して小さくない金額だ。そのお金を払って手に入れたのは、走行距離を偽造され、重大な事故歴を隠された、いつ壊れてもおかしくない欠陥車だった。整備士は同情するように言った。3万キロの車を買ったつもりが、実際は10万キロ超えの事故車。これは中古車売買における詐欺行為にあたる可能性がありますよ。第5章、悪質な居直りと絶望の淵。怒りに震える健太は、整備士の鑑定書と診断写真を手に、カーショップアローに飛び込んだ。店の隅でコーヒーを飲んでいた店長に、健太は診断書を叩きつけた。店長、これはどういうことですか？走行距離を偽造したでしょう。これは大事故を起こした修復歴車だ。店長は一瞬眉を潜めたが、すぐに冷笑を浮かべた。その表情には、前回までの愛想の良さのかけらもなかった。ああ、何のことかな。高橋さん、そんな紙切れ、うちには関係ない。関係ないだと？この車は3万キロのワンオーナー車と偽って売ったんじゃないか。うちが売ったのは今
目の前にあるあなたが買った車ですよ。そして高橋さん、あなたは契約書にサインしましたよね。店長は立ち上がり、高圧的な態度で健太を見下ろした。現状販売、納車後のクレームは一切受け付けない。この契約書の一文にあなた自身が納得してサインしたんですよ。うちは嘘は言っていない。見た目通りの車を売ったまでだ。メーターを巻き戻したのは嘘じゃないか。健太は声を荒げた。巻き戻し？そんな言いがかりは聞きませんよ。うちで扱った時には確かに3万キロでした。どこか別の場所で誰かが操作したのかもしれない。それはうちの知ったことではない。店長はさらに嘲笑を深めた。それに、うちも商売です。そんな怪しい個人の診断書なんて証拠になりません。裁判でも起こすつもりですか？やれるものならやってみろ。どうせ時間と金が無駄になるだけだ。健太は店長の冷酷で高圧的な居直りに手の施しようがなかった。彼の全身から力が抜け、絶望感だけが残った。法律も証拠も全てがこの悪質な契約書の特約によって無効化されるのか。50万円を騙し取られ、さらに修理費用までかかると知った健太は深い無力感と後悔の念に苛まれた。第6章法律という希望の光。家に帰り着いた健太は自室で車のローン契約書と整備工場が出した十数万円の修理費用の見積もりを交互に見つめていた。頭の中は混乱し、心臓が痛む。もう諦めるしかないのか、そうつぶやき、ふと中古車詐欺契約不適合責任というワードで検索していた。ネットの海には自分と同じように中古車販売店に騙された人々の投稿や法的アドバイスが溢れていた。そこで健太は一つの希望の光を見つけた。それは2020年に民法が改正され、貸担保責任が契約不適合責任に変わったという事実だった。契約不適合責任売買契約時に約束した品質や性能と実際に受け取ったものに違いがあった場合、買い主が強く保護される制度。健太が契約したのは走行距離3万 km、修復歴なしの車だ。実際に受け取ったのは走行距離10万 km 超、重大な修復歴ありの車。これはどう考えても契約で約束された品質とはかけ離れている。まさに契約不適合に当たるのではないか。ネットの解説には、たとえ契約書にノークレームと書かれていても、売り主が知りながら貸欠感を隠して売った場合や、意図的に不実を告知した場合には、免責特約は無効になると書かれていた。店長は絶対に知っていた。メーターを巻き戻し、修復歴を隠して売ったんだ。確信は持てたが、素人が法律の条文を振りかざしたところで、あの店長にはまた言いくるめられるだろう。健太は自分の無力さを痛感し、心から思った。法律を武器にするには、法律のプロの助けが必要だと。健太は信頼できる法律の専門家に相談し、この理不尽な状況を法の下で解決することを決意した。第7章弁護士との戦略会議と証拠の確定。健太は職場の佐藤先輩に事情を話し、自動車トラブルに強いと評判の佐藤浩一弁護士を紹介してもらった。弁護士事務所の重厚な応接室で、健太はこれまでの経緯、店長の傲慢な態度、そして整備士の鑑定結果を全て話した。佐藤弁護士は健太の話を静かに聞いてから一つうなずいた。高橋さん、ご安心ください。これは完全に悪質な事案であり、法的に戦えば高い確率で勝てます。あの店長が頼りにしている現状販売、ノークレームの特約はこのケースでは無力です。弁護士は冷静に解説した。走行距離の偽装と修復歴の隠蔽は明らかに民法上の契約不適合責任に該当します。そして意図的に虚偽の事実を告げた行為は消費者契約法上の不実告知として契約自体を取り消すことが可能です。つまりお金を取り戻す根拠は二重にあります。さらに弁護士は詐欺罪の可能性も示唆し、店長に刑事告訴の圧力をかけることができると説明した。重要なのは動かぬ証拠です。整備士の診断書は非常に強力です。これに加え、メーター巻き戻しを裏付ける確固たる証拠。例えば、過去の車検記録や店が車を仕入れた際の記録などを集めてください。これらの記録は、陸運局や関連機関に請求すればたどれる可能性があります。健太は弁護士の指示に従い、自分の足で関連機関を回り、情報開示請求を行った。そしてついに、
数年前に走行距離が10万キロを超えていたことを示す隠蔽されていた過去の車検記録の写しを発見した。それは店長がこの車の真実を知りながら3万キロと偽って販売したことの決定的な証拠となった。健太の心に反撃の炎が灯った。第8章内容証明郵便と反撃ののろし、証拠が揃ったことを確認した佐藤弁護士はすぐに行動に移った。店長宛に内容証明郵便を送付したのだ。内容証明郵便、それは誰がいつどのような内容の文書を誰に送ったかを郵便局が公的に証明する法的な手続きの最初の一歩となるいかめしい文書だった。その文面は健太が受けた屈辱を晴らすかのように極めて強い言葉で綴られていた。貴殿が販売した車両は走行距離の偽装及び修復歴の隠蔽という重大な契約不適合があります。よって民法第564条に基づき売買契約を解除し購入代金全額50万円を日以内に返金することを求めます。そしてとどめの一文が添えられていた。期日までに返金に応じない場合は直ちに消費者契約法に基づく契約取り消し訴訟を提起し、さらに詐欺罪による刑事告訴手続きに移行します。店長は郵便局員から内容証明という赤スタンプが押された封筒を受け取り、最初は鼻で笑った。たかが弁護士の脅しだ、どうせ時間稼ぎだろうと。彼は契約書のノークレーム条項が自分たちを守ってくれると信じていた。しかし詐欺罪での刑事告訴という言葉が脳裏から離れなかった。警察沙汰になり事業免許を取り消されることだけは避けたい。店長は内心の動揺を隠しながらも健太からの連絡を無視し指定された期限をやり過ごそうと決めた。第9章法と証拠による完膚なき論破。期限日、佐藤弁護士と健太は二度と屈しないという決意を胸にカーショップアローを再訪した。店長は昨日までの平然とした態度を装おうとしたが、弁護士と健太の毅然とした姿に内心の動揺を隠しきれなかった。おや、しつこいですね。弁護士さん、うちには契約書があると言ったはずですが、現状販売ですから話は終わりですよ。店長は契約書を振りかざし、最後の抵抗を試みた。佐藤弁護士は一歩前に出ると、静かだが反論の余地のない声で論破を開始した。結構。では法律を説明しましょう。民法第572条をご存知ですか？売り主が契約不適合を知りながら買い主に告げなかった場合は免責特約は適用されません。弁護士はそう言い放ち、健太が集めた隠蔽されていた過去の車検記録の写しを店長の目の前に広げた。貴殿がこの車を仕入れた際の記録にはすでに走行距離が10万キロメートルを超えていたことが明確に示されています。にもかかわらず貴殿はメーターを巻き戻し3万キロ修復歴なしと虚偽の告知をして販売した。これは故意の不実告知であり特約は無効です。店長の顔色が青ざめる。彼は一瞬で自分の最後の砦が崩壊したことを悟った。さらにこの車の骨格修復に関する整備士の鑑定書も証拠として提出済みです。契約不適合は動かしがたい事実です。弁護士は最後に決定的な通告をした。この場で全額返金に応じ、健太さんに相応の慰謝料を支払うのであれば民事訴訟と刑事告訴は避けましょう。しかし一歩でも拒否の姿勢を見せた場合、私は直ちに警察に詐欺罪で被害届を提出し、消費者契約法違反として監督官庁にも通報します。貴殿の事業免許は取り消しになるでしょう。警察、事業免許の取り消し、その2つの言葉は店長にとって最も恐れていた現実だった。彼は自分の負けを認めざるを得なかった。傲慢だった態度は一瞬で崩れ去り、店長はガタガタと震えながらその場で健太に向かって崩れ落ちた。すみませんでした。すべて私がやりました。どうか告訴だけはお許しください。店長は土下座をし、全額返金と慰謝料の支払いを約束した。健太はあの時の無力感と絶望をすべてこの土下座によって晴らすことができた。第10章を取り戻した誇りと新しい未来。数日後、健太の口座に購入代金50万円と少額の慰謝料が振り込まれた。車は弁護士を通じてカーショップアローに引き取られ、健太の手元にはもう何も残らなかった。しかし彼の心には失われたものは何もなかった。むしろ
大きな自信と誇りが満ちていた。お金を取り戻せたこと以上の価値があった。一度は自分の愚かさに絶望し、悪質な業者の前に無力だと感じたが、法律という武器と諦めずに立ち向かった自分の行動で悪を打ち負かすことができたのだ。法律は知っている人間だけの味方じゃない。そう強く感じた。法律の知識は一歩踏み出し行動を起こした人間にこそ最大の力を貸してくれる。健太は今回の経験を深く胸に刻み、次は失敗しないという決意のもと、新しいマイカー探しを再開した。今度は価格や外見の綺麗さだけに惑わされず、契約の内容を隅々まで確認し、信頼できる大手ディーラーを選ぶつもりだ。青空の下、健太は晴れやかな気持ちで歩み出した。新しい車との出会いを求め、新しい未来へ向かって、彼の人生から中古車トラブルのモヤモヤは完全に消え去っていた。今回の法律 Tips。今回の悪質な販売店が頼りにしていた現状販売ノークレームという特約は民法と消費者契約法の前では無力です。1、中古車売買における契約不適合責任。2020年の民法改正により貸担保責任に代わって導入された制度です。契約不適合責任とは、売買契約の目的物が種類、品質、数量に関して契約内容に適合しない場合に売り主が負う責任のことです。キーポイント、走行距離3万 km、修復歴なしという契約に対し、実際が10万 km 超え、修復歴ありであった場合、これは明確な品質の不適合にあたります。売り主が不適合な事実を知っていながら、買い主に告げなかった場合、契約書にノークレームとあっても、この特約は適用されません。買い主は、修理費用追還請求、代金の減額、損害賠償、そして契約の解除を請求できます。2、消費者契約法による契約の取り消し。販売業者が一般消費者である買い主に対し、重要な事実について意図的に嘘を告げた場合、消費者契約法に基づいて契約を取り消すことができます。キーポイント、メーター巻き戻しや修復歴があることを隠して極上車と偽るのは意図的な不実告知にあたります。これにより消費者は契約を取り消し、支払った代金全額の返還を求めることができます。契約の無効を主張できるため非常に強力な手段となります。3、法的プレッシャーをかける内容証明郵便。内容証明郵便はいつ誰が誰にどのような内容の文書を送ったかを郵便局が公的に証明するサービスです。キーポイント、これ自体が法的な効力を持つわけではありませんが、弁護士名義で送付することで、こちらは法的な準備を整えたという強い意思表示になり、悪質な相手に心理的なプレッシャーを与え、交渉のテーブルにつかせる効果が非常に高いです。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家や国民生活センター消費者ホットライン188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。